んにちは。リトルピープルです。家庭菜園にぴったりの植物たち紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ニンニク、がんを予防するには免疫力を高めることが重要になります。免疫力ががん細胞を攻撃し抑え込む働きをします。免疫力がダウンするとがん細胞を抑えきれなくなり増殖してしまいます。免疫力を高めたり活性酸素を無害化するには抗酸化物質を摂りましょう。ビタミン A、C、E は抗酸化作用が強くがん予防に欠かせない栄養素です。これらはビタミン A、C、E、エースと呼ばれ野菜や果物に多く含まれています。ニンニクはアメリカ国立がん研究所作成のデザイナーフーズピラミッドで最上位に位置づけられているほど優秀な野菜です。ニンニクの独特の匂いの元は硫酸アリルで病気や老化を招く活性酸素の害を抑制する強力な抗酸化作用があります。ニンニクを切ったりすりおろすとアリシンがビタミン B1 と結合してアリチアミンに変化しクエン酸回路に働きかけてがんを予防します。またニンニクに含まれるミネラルのセレンはがん要因の一つとして考えられている過酸化脂質を分解する酵素となります。黒ニンニクに含まれている栄養黒ニンニクに含まれている栄養素の種類自体は通常の白ニンニクと変わりません。ただし白ニンニク特有の匂いの元になるアリシンと呼ばれる成分が黒ニンニクにはないため匂いもなく胃腸への刺激が弱くなっています。以下に黒ニンニクに含まれる主な栄養素をまとめました。黒ニンニクに含まれる栄養素の種類 S、アリルシステイン、ポリフェノール、アミノ酸、アルギニン。黒ニンニクは抗酸化作用と抗がん作用がある S、アリルシステインが豊富です。また動脈硬化に効果があるポリフェノールやシクロアリーンなども含まれておりその数は白ニンニクと比べて数倍数十倍にも増加しています。その他にもポリフェノールには抗酸化作用があり S、アリルシステインとの相乗効果で黒ニンニクは白ニンニクの約10倍の抗酸化作用を持ちます。抗酸化作用が強いことでがん細胞を発生させないように予防してくれる効果が期待できるでしょう。このように黒ニンニクは美容健康に大いに役立つとして注目されています。がんの主な原因がんとは細胞が突然変異することにより血液リンパ類や臓器に悪影響を与える病気です。人間の細胞の中には体の設計図となる遺伝子が含まれており何らかの原因により遺伝子が変異する場合があります。遺伝子が変異した細胞はがん細胞となり増殖し続けて最終的には体に悪影響をもたらす腫瘍に変わります。一度がんが発症すると血液やリンパの流れに乗って体中にがんが転移するため早期での治療が必要です。また体の老化を促進させる活性酸素が細胞を傷つけることで通常の細胞ががん細胞に変異する可能性もあります。このように細胞が変異する要因はいくつかありますがその中から今回は2つの原因に注目して詳しく解説をしていきます。原因1、喫煙タバコは発がん性のある物質が含まれており肺がんをはじめとした多くのがんを発症させるリスクがあると言われています。タバコに含まれるニコチンは細胞を傷つける活性酸素を生み出しその結果細胞が変異を起こしやすくなるので喫煙者は禁煙者と比べてがんになる恐れが約 1.5 倍も高くなります。男性のがん発症者の約3割はタバコが原因と考えられておりタバコを吸っていない方でも受動喫煙で煙を吸い続けるとがんを発症させる原因になりやすいです。原因2、食生活の乱れがんの原因の一つとして
食生活の乱れがあります。例えば野菜、果物不足は胃がんや食道がんの恐れがあるとされており、塩分の過剰摂取は胃がんのリスクにつながりやすいです。また熱すぎる食べ物や飲み物を飲み込んだ場合も食道や粘膜をやけどによって傷つけてしまう恐れがあるため、食道がんになる確率が上がるとも言われています。発がん性のある食べ物も食べ続けると将来的にがんが発症する危険性があり、特に赤身の肉や加工肉は食べ過ぎるとがんのリスクを高めるとされているため注意が必要です。日本人の発症割合が比較的多い胃がんや食道がんを予防するためには、野菜や果物を中心とした塩分少なめの食事を心がけ、熱すぎる食べ物や飲み物を控えると良いでしょう。黒ニンニクはがんに効果がある。黒ニンニクは白ニンニクと比べて抗酸化物質や抗がん作用のある成分が豊富に含まれています。正確には黒ニンニクに含まれる アリスシステインががん細胞を退治するナチュラルキラー細胞の活動を活性化させます。また黒ニンニクに含まれる抗酸化物質はがん細胞を発生させないように予防する働きがあります。またがん細胞が発生したとしてもその増殖を防ぐ抗がん作用を持っている点も特徴です。実際がんが進行した患者に黒ニンニクを与え続けることでがん細胞が減少し免疫力が高まったという結果も出ています。黒ニンニクは白ニンニクを長期熟成させたものですが、白ニンニクよりも傷ついた細胞を修復させる力が13倍にもなるとも言われており、がんの予防にも高い効果が期待できます。初心者向けニンニクの栽培方法、育て方のコツ、料理の味わいの幅を広げるニンニクはネギと同様家庭菜園で人気の香味野菜です。ただし初心者の方がニンニクを育てるにはちょっとしたコツが必要。今回は家庭菜園におけるニンニクの栽培方法、育て方のコツについてご紹介します。1、家庭菜園で初心者におすすめのニンニクの種類。ニンニクは地域の気候や天候の影響を受けやすい野菜ですが、大まかに分けて寒地向け、暖地向けの2種類があります。生産量はダントツで青森県が多いのですが、関東地方で同じニンニクを作っても気候の違いでうまくできないことがあります。2、その地域性に合っているかによって育てやすさが変わりますので、初心者の方は育てる地域によってニンニクの品種を選ぶと良いでしょう。住んでいる地域に合わせて品種を選ぶ。北海道、東北などの寒地、寒冷地にお住まいの方は寒地向けの品種を、関東以西などの暖地、温暖地にお住まいの方は暖地向けの品種を選びましょう。お住まいの地域に合わない品種を育ててしまうとうまく育たない可能性があります。3、家庭菜園で作れる主な品種。ホワイトロッペン、寒地系ニンニクの代表品種で、市場に最も多く出回る国産ニンニクがこの系統です。鱗片が大きく揃いの良いのが特徴です。東北から北関東向きで、暖地では低温が不十分で玉の太りが悪かったり、冬の暖かさで病気が出やすかったりします。エレファントガーリック、ジャンボニンニク、手のひらサイズの大きなニンニク、リーキ、西洋ネギの仲間です。栽培方法は通常の大きさのニンニクと同じですが、通常のニンニクよりも育てやすいです。無臭ニンニク、マイルドな香りでニンニク特有の風味も少ないので、ニンニクが苦手な方にもおすすめです。鱗片が10個以上つくので、極大サイズのニンニクが収穫できます。また、団地でも育てやすく、小片を植え付けても大きくなります。平戸、関東以西にお住まいの方に、おすすめの団地向けのニンニク、比較的育てやすく、
ニンニク特有の風味もしっかりと楽しむことができます。家庭団地向けの作りやすい早生品種で収穫も早くできます。やや小ぶりながら香りの強いニンニクができます。若い時に収穫すれば葉ニンニクとしても使えます。4. 家庭菜園でのニンニクの栽培と植え付け時期。ニンニクは9、10月に植え付けます。植え付け時期で注意すべき点は温度です。まだ暑さが厳しいうちに植え付けてしまうとウイルス系の病気にかかりやすくなるリスクがあります。団地の場合は10月頃でも問題ありません。ただし植え付けが遅れて寒くなりすぎると根の張りが不十分になってしまい春のニンニクの太りが悪くなってしまいます。地温20度 C 前後を目安に植え付けるようにしましょう。5. ニンニクの育て方とコツ。ここではニンニクの栽培で失敗しないためのポイントを中心に家庭菜園の流れをご紹介します。どの品種のニンニクでも育て方は同じです。事前準備のポイントと注意点。プランター幅 65cm 深さ 25cm 以上のプランターを用意しましょう。プランターで育てる場合畑で育てるより玉は少し小さくなります。土野菜用の培養土で問題ありません。ただしニンニクは過湿に弱いので水はけの良い土を選びます。1. ニンニクの鱗片を購入します。9、10月の植え付けに合わせてニンニクの鱗片を購入します。玉のままの塊か鱗片をばらしてネットに詰めて販売されています。玉のままの場合は一片ずつに剥がして使用しますが薄皮はつけたままで構いません。小さすぎる鱗片の使用は控えましょう。2. 鱗片を植え付けます。鱗片を水はけの良い培養土に12、15cm 程度の間隔で覆度が4、5cm かかる深さで植え付けます。3. 土が乾いたら水をやります。ニンニクは乾燥には強いのですが過湿には弱いため土が湿った状態が続くのはよくありません。土が乾いたら水をやるようにして水のやりすぎに注意しましょう。4. 追肥をします。追肥は基本的に12月、2月、3月の3回行います。65cm 幅のプランターの場合成分量窒素鉢、リン酸鉢、仮鉢の化成肥料であれば 20g ずつを各月1回行い液肥であれば規定の希釈率で薄めたものを3月までに5回に分けて行っても良いでしょう。5. 糖が出たら摘み取ります。5月になると茎の先端から花の咲く茎が伸び出します。花は咲きませんがニンニクの玉を太らせるために早めに摘み取ります。6. 収穫します。ニンニクの玉は5月の終わりから6月にかけて大きくなり6月頃葉が枯れ始めたら収穫のタイミングです。ただし6月になる前に葉が枯れた場合は病気の可能性があり玉は太っていませんが収穫してしまいます。ニンニクの栽培時に注意が必要な病害虫。ニンニクは同じ香味野菜のネギよりも病害虫の被害を受けやすい野菜。成功率を上げるためにも防除はしっかりと行いましょう。赤サビ病。ニンニクによく出る病気です。また病気自体団地向けよりも寒地向けのニンニクの方が出やすい傾向にあります。アザミウマ。ニンニクには多くの害虫がつきます。一番多いのはアザミウマですが農薬を使用しなくても青色のビタッとトルシーなどの園芸用品や青いハエトリガミで防除できる害虫です。春腐病、春腐れ病、春の長雨で発生します。雨水がたまらないよう水はけを良くします。肥料が多すぎても病気が出やすくなります。ニンニク栽培を成功させるポイント。ニンニクの栽培で失敗の原因となるのは主に病気です。ニンニクは非常に病気にかかりやすいため育て方に関係なく収穫に至らないケースもあります。無農薬栽培も可能ですが
農薬で病気を事前に防除することが成功率アップの鍵となります。ポイントは、2月下旬、3月に農薬を用いてある程度の予防をしておくこと。寒い時は病気の症状が出ないので分かりにくいですが、3、4月に病気にかかりやすく、実際に症状が出るのは5月頃です。常に農薬を使用する必要はありませんが、病気の症状が出てから農薬を使用しても効果はないので、適切なタイミングで農薬を使用することで、少量の農薬でニンニクを病気から守ることができます。栽培のコツをつかんで、チャレンジしてみよう。ニンニクは地域の気候や天候などの要因のほか、病気などで成功率が大きく変わるため、家庭菜園では少々コツを必要とする野菜です。その分、収穫できた時の感動も大きいので、ぜひチャレンジしてみてください。また、ニンニクは同じ香味野菜のネギと育て方がほとんど同じなので、初心者の方は、まずは育てやすいネギの栽培から始めてみて、ネギの栽培に慣れてきたら、次にニンニクを育ててみても良いでしょう。栽培のコツをつかんで成功体験を増やし、家庭菜園で作れる野菜をどんどん増やしていってください。これからも植物栽培について情報発信していこうと思います。チャンネル登録もお願いします。